はい、さあといった形で、マイクロテックの、ナイフの紹介に移りたいと思います。はい、マイクロテックというナイフは私これは初めてです。100% アメリカンメイドで、箱がねこういう立派な箱で、このロゴがねなんか、和紙というかなんか猛禽類の足のこういうなんかキラキラしてますね、ここね。で、モデルがソーコムアルファ SE ってちょっとよくわかんないんですけど、シグネチャーシリーズカーボンファイバーハンドルです。 DLC スタンダー、開けていきましょうか。いやーこれワクワクしますね。なんたって初めてのメーカーのナイフなんで、どうでしょうか。うわー、これです。いやーいいっすね。マイクロテック、なんかこうね几帳面にね、海外のやつはこんなんねあまりねはいみたいな感じであれなんですけど、で物はこれですね。いやーやばいっす。この語彙がひどいんですけど、素晴らしい作りのものです。これ作りがいいですね。シースもわかります？こうやって押せるようになってる。来ました。いやこんな感じ。どうですかというか、もうこれ完全に好みなんですけど、私のドストライクというかもう趣味なんですけどね、最高にかっこいいな。はい。うわ、この削りもいい。ハンドルは先ほど述べたようにM390 なんだ。2022になってる。なるほどね。ですね、これね、行きましょう。ハンドルはカーボンですね。カーボンファイバーで、鋼材の種類が、3種類ぐらいあるんですよ。マイクロテックの3種類ぐらいあるっていうのが、LMAX と、この M390 っていうのと、あともう一個 204P だったかな。ごめんなさいね、なんか違ってたら後から載せときますけど、その3種類あって、でその選べないっていうのは、その入手可メーカーがこう作る時に入手しやすいというか、ある鋼材その3種類のうちから作りますみたいな感じのやつになってるんですよ。2022年ですね。で、12だから2022年の12月に作られたような学校のシリアルナンバーが178なのかなね。でマイクロテックのロゴっていろいろあるんですけど、このモデルに関してはこういう感じで USA、 反対には何も刻印はなしとね。ここに小さく M390 って書いてあるのはこれが鋼材ですね。これが LMAX になったり、204P かなだったと思うんですけど、その鋼材になったりとかで、私今回これ注文するときにDLT の画像で204だったんですけど、それだと思ってたんですよ。これに関してはバークリーバーのナイフは写真のものが来るんですけど、これはねそのファクトリーナイフというか、こういうモデルのものなんで、そういうことなんでしょうね。そういうことっていうのはその画像のものじゃなくてというか、あれなんでしょうね。何個かあるんでしょうね。DLT がこう持っててね。で画像更新してないだけなのかあれなのか分かんないですけど、そういうことかなと。いやーどうすかって
相当に今胸圧の胸圧が止まらないんですけど、このかっこよさ、最高っすね、マイクロテック。言っていきますか。胸圧ポイントね。まずこのカーボンのハンドル、最高にグッドですね。つるっとしてて、私はカーボンのハンドル初めてなんですけど、綺麗ですね。加工は難しいんだろうなとは思うんですけど、そこしっかりねこうやって加工されてて、こうねグリップも良くて、でもう少し細いのかなと思ってたんですけど、意外とねサイズ感的にいい感じの大きいな、こう握りも良くていいですよ。でここのピンね、特殊な工具じゃないと開けられないようなこうやって来てるんですけど、このピンがねこうね、このなんていうの、ブラス色というか色がね、このモデルのやつはね、こういうこのシルバーのね色のやつもあってですけど、私今回これね、このカーボンのハンドルのこういうモデルで、ブレードがブラックのなんかコーティングだったかな、 DLC コーティングかなんかされた、いやで行きましょう。初弦、厚み 4.2、 だいたいこんな感じ、 4.16 とかですね。前の方も一緒だね、 4.2 ですね、厚みはね。どうしてもこういうカッティングがされてるんで、上から見ると細くは見えるんですけど 4mm 厚ですね。だからさっきのオーロラと同じぐらいの厚みですね。はい。で重量いきましょうか。いやーいいな、相当かっこいいですね。こいつは最高ですね。 211g ね。このね、せっかくだって登場してもらいましょうか。重さ的にそんなに変わらないというか、厚みもそうか、こっち184だったかなね。このこっちの方が200、重さ的にはね同じような形の重さですよね。204、ね、こっちが211か。結構だから重量感ありますよね。ということで、こう中ちょっと見ることはできないんですけど、これ肉抜きとかされてないんじゃないかなとは思うんですけどね。だからこうね、こう開けないで投資できるようなね、ちょっとシステムというか、あれがね欲しいなっていうか、なんかちょっとね思ったりするんですけど、こういうのね、バークリバーのやつもなんかねどうなってるんだろう、スケルトナイズの感じがねどんな感じなんだろうって気になったりするんで、なんかそういうね、なんかうまくね、なんかこう投資できるような強化光線をね使って、なんかやり方あるんじゃないかなと思ったりとかするんですけど、最高ですね。これはブッシュクラフトにも使えそうな感じですけど、ちょっとブッシュクラフトに使うにはちょっともったいないかなというか、趣味性がかなり強いんで、タクティカルなその方のナイフなんでね、もちろんあれですけど、かなり趣味性の強い、この見てくださいいや、このカイデックスのシースもね相当にいい。でこれがそうなの、ここでかなりテンションが強い。ですね、これなるほどね。がっちり系ですね
ガッチリ系っていうのは一回掴んだらなかなか離さないぞっていう感じのシースで、ナイフをね、ナイフ入れたらなかなかこれを離さないぞっていう感じの、こいつのこう気概というか、あれがこうひしひしとね、ここを押しやすいんですよ、こうグッとね。これも勘がよくね、工夫されてるなっていう感じで、ここねでグッとこうやって入れて、でここほら見て、こんなにこうやって作ってるんでね、もちろんナイフを入れた時に、ね、寸法的に入らないっていうかあれなんですけど、ここはもう押し広げてグッとこんな感じだから、絶妙なその力で入る、力入れないといけないんですけど、あまりこう強すぎずというか、絶妙なテンションで入るんで、いやー好きですこれは。ちゃんと水抜き穴もねありますね、ここね、先の方にね。で今回のそのロックのシステムはこれなんですけど、もちろんこれを先にね紹介したというか、今回一緒に購入したうちのブレードテックのモルロック、これにも乾燥できるんで、これをねちょっとつけても見たいなとは思うんですけど、このシステムがすごくね今流行ってるというか、いいんでしょうね、これがすごくね。キックナイフのシースとかにも普通にほらやっぱ同じものだと思いますよね。これついてくるんでね。どっか書いてるのかな、メーカー云々とか。どうなんだろうな、これ裏側ちょっと今ちょっと取る気にはオンオフとかこう書いてますけどね、ここにねオンオフね。これキックナイフのハシナウカムイですけど、これも絶妙なこうテンションでね、こっちの方が力はいるっちゃいるんですけど、これもオンオフって書いてますね。多分この感じから見てものは一緒ですね。ね、メーカーは一緒なんでしょうね。どこぞのそのシステムかちょっとわかんないんですけど、これはこれで使いやすいんですよね、すごく。ベルトにねつけるときに、なのでブレードテックのわざわざこっちのねキャリーコンフィデントなんだろうね、モールロックのやつをつける必要もないのかなとは思うんですけど、これはこれでかっこいいんですよね、つけるとね。こう2つね、こことここにつけるとまたねちょっとつけてみたいと思います。でこのね小さいミニっていうモデルもあるんで、ちょっとそっちの方もまた手に入れればちょっと気にしてるっていうか気になってるとこなんですけど、こういう冊子がね、コアフィックスとインフォガイドって書いてるね。オーバービューケアね、気をつけてシーズンインフォメーション、こういう冊子がついてるのと、シールですね、デカールと、あとフォローザアクションマイクロテック、あれなんであれですけどはい、今回はこういうフィックスドモデルというところでフルタンクのこのねモデルの紹介でした。いやいいですね、最高ですね、マイクロテック。私想像してた以上にこいつに関してはかなりポイントが高いです。大きさ比較というかこんな感じですね。簡単に長さいきましょう。こんな感じです。全体は26.5 ぐらい
ね、26.5、有効波長が、130ミリぐらいかな。この辺ね、133とか2とかね。バックリバーの方は112とかね、そんなもんかな。もちろんスカンジの方も110か。ちょっと違うな。少し短いのかな、スカンジの方が。まあ若干の差ですけどね。まあいいですけど、なかなか最高だな。このカーボンハンドルの握りもいいですね、すごく。これはね、相当なんかね、なんとも言葉にこうしづらいというか、作りがいいです。ものづくりの観点から見てもすごくいいものです。ここにねホールがあって、こういうなんていうのかな、ジンピング加工っていうのかよくわかんないですけど、こういう手間がかかるね、こういう加工がこうブレードにこう施されてて、これがまあ滑り止めの役割をねこうやってね果たすんでしょうけど、こう持った時にね、でうまいことここの逃げというか、ここはねこう握りのこのしやすさに一役買ってて、こう来るんですよね、こうね。でこのブレードですよ、最高です。でブレードに関しては担当っていうね、ピュッピュッってこうね、タクティカルナイフのモデルとかでよくねあるこう来てこうね、わかります？キュッキュッってここはねキュッキュッってこうなってる担当のブレードがあるんですけど、今回私これ頼んだんですけど、担当よりまあ私はこっちの方が好きなんですけどね、なんか欧米人に人気があるんでしょうね。担当っていうそのこうキュッキュッってなってる、そのなんていうのかな、忍者刀みたいな、忍者刀そうなってるのかな、まあちょっと忍者刀持ってないので分かんないですけど、まあそういう担当と言われるブレードの形のモデルもあるんですけど、まあそれも気になってるというか、まあこっちの形のが好きなんで、ソーコモアルファの、ブレードのグラインドの確認をちょっとやってなかったんで、そちらの方をちょっと見せます。グラインドはどんなものかというと、こうきますね。はい、フラットです。フラットグラインド、こうですね。はい、お分かりいただけるでしょうか。こうするとフラットですよね。綺麗なパシッとね、こんな感じでフラットになっておりますね。はい、バシッとフラットで、切れ味ちょっとやりましょうか。紙を切って、で、こっちね、どうだ、箱出しのマイクロテック、そうこもある。うわさあ、これはね気持ちいいね。レーザーシャープです。全然スーッといけるな。いいね、いいですね。こんな感じで全然切れます。こっちね、これがね予想以上に良かったっていうのが、このブレードの感じといい、カーボンの美しいハンドルといい、この厚みの感じ、結構こっちにこのバークリバーのこれに近いような感じの厚みあるんですよね。このメープルバールのスカンジのオーロラと同じようなハンドルの厚みがあって、で測ってみます、少しハンドルを測ってね、どうなのっていうね、この18か、こね、ここね18ね、16とか、まあここが15とかなんですけど、まあちょっと真ん中らへんは
18.5 とかそんな感じですよね。握りはいいです。程よい厚みがあって、ブッシュクラフトナイフではないんで、これをこうやってね木削ったりとか、せんとしないとは思うんですけど、削ってもいいと思いますけどね。じゃあこうきますから、このブレードの感じ、ブラックのこの、DLC コーティングとかなんかストーンウォッシュのようなそのブレードとかもあるんですけどね、今回この黒いね、この締まった黒い主色のこの感じに、このブラス色っていう刃の立ち上がりはこんな感じですね。綺麗、相当綺麗。見てください、すごい。だからマイクロテックのこのナイフに関しては非常にね、作りが高次元で作り込まれてる。手に触って、特に持ってるとすごくねこう伝わってくるんですよね。箱もねいい箱ですよね。こう綺麗にね。でここにねエッジの検査なんかサインみたいなの書いてるんですけど、した人なのかな。もうマイクロテックのもうおすすめというか、作りいいですね。いや、良かったです。これは大事にしたいと思います。ではまたよろしくお願いします。